皆さんこんにちは。シリコンバレーでセールスエンジニアをしているリリーです。今日は私がアメリカで就活をした時にとっても役に立ったハーバードビジネススクールオンラインという海外大学のオンラインコースの紹介をしていきます。このチャンネルではセールスエンジニアの仕事やシリコンバレーでの就活などについて紹介しています。ご興味のある方もない方もぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さて、最近は国内外の大学でオンラインコースを受けられるというニュースを耳にされている方も多いのではないでしょうか。ただ、その海外大学に関しては実際に受けられた方の日本人のレビューが少ないなと思ったので、海外転職または国内でももちろん転職をより有利にしたいというような理由で資格の取得を考えていらっしゃる方に参考になれば嬉しいです。まずはじめに、こういう海外大学が提供しているオンラインコースを受講することの、海外就職におけるメリットってどんなものがあるかなというのを考えてみました。でこれは実際に私が何社かアメリカで受けて実感したことなんですが、まず第一に第一印象で親近感を持ってもらうっていうのがあります。私が卒業して学位を持っているのは日本の大学なんですけど、残念ながら日本の大学って海外ではそんなに有名じゃないです。日本のことが好きで日本のことをよく調べてる方だったりとか、日本に住んでらっしゃる方なら日本のさまざまな大学名ご存知だと思いますけど、アメリカに住んでるアメリカ人は、普通日本の大学の名前とか全然知らないです。で知ってたとしても東京大学と京都大学の、正直この2つくらいなんですね。でそんな時に、自国のよく知ってる大学名が履歴書に書いてあったら一気に親近感が湧いて、このレジュメ見てみようと思ってもらえるっていうのが、まず第一のメリットとして挙げられます。例えばあなたが日本の国内で採用担当者だったとします。で目の前に2人の候補者の方がいてて、2人とも同じ国から来ていて、残念ながらその国の名前をあなたはあまり知らないとします。そんな時に、1人の候補者の経歴には出身国の出身大学の名前が最終学歴として書いてました。で一方でもう1人の候補者の方は最終学歴のところに慶応大学のオンラインコース受講と書いてあったとします。そしたら、自分の全然知らない大学名が書いてあるのと、自国のよく知ってる大学名が書いてあるのだったら、全然印象が違うと思いませんか？でそれと同じでアメリカでの就職を見据えてハーバード大学にしましたが、もしアメリカ以外の国で就活をされる予定があるのであれば、その国の大学を調べてみて、そこが提供しているオンラインコースを探してみるというのは一つの手だと思います。2つ目のメリットは英語力の実績になるというのが挙げられます。私のレジュメを採用担当者の方が見た時に、このリリっていう人は英語を話せるのかなって最初は思うかもしれないですけど、大学名のところに自国の大学の名前が書いてあると、この国の言語できっとコースを受けたんだろうから、英語力はきっと大丈夫でしょうというふうに思ってもらえます。ちなみに私はそう考えたので、履歴書には私は TOEIC 何点持ってますっていうのは特に書かなかったです。で3つ目のメリットは継続学習の姿勢を評価してもらえるという点です。今日本では人生100年時代って言われてますけど、それはどの国でも同じです。なので自分が卒業した大学の4年間または修士ならプラス2年間の学びだけでもなくって、自分のキャリアに合わせてどんどん必要な学びをアップデートしていくという姿勢は、どの国でもどんな企業でも評価されます。4点では面接のネタになるということが挙げられます。オンラインコースというのはまだまだ新しい学びの形なので、面接官によっては興味を持って聞いてくれます。そう質問してもらえればこっちのチャンスで、ただ質問に答えるだけじゃなくってそこで学んだことはどんなことだったか、その学びが今応募しているポジションにどういうふうに役に立つと思うかというのをアピールできるチャンスになります。なので面接のネタになるというのも一つの重要なメリットかなと思います。私が面接を受けた時に、どんなことを聞かれたかだったりとか、どういうふうに受け答えしたかというのを知りたい方は動画にしようと思いますので、ぜひコメントでお知らせください。では次に私が受講したハーバードビジネススクールオンラインについて詳しく見ていきたいと思います。ハーバードビジネススクールオンラインはその名の通りハーバードビジネススクールのオンライン版という立て付けになります。4年間の学士だったり2年間の修士とは違って、数ヶ月間のコースを修了するとコース修了の資格が与えられます。ここがすごいポイントなんですけど、ハーバードビジネススクールオンラインの講座は履歴書だったりリンクトインのエデュケーション、学歴
の部分に期待することができます。他の海外大学でもオンラインコースを出しているところは多いんですけど、そういうところだと資格欄になら書いていいですよっていう表記になってますが、ハーバードビジネススクールオンラインの場合は学歴のところに書いていいというのが魅力の一つです。ちなみにちゃんとした紙の証明書ももらえますし、もちろんデジタル版でも証明書というのをもらえます。私が受けたのはビジネスアナリティクスというコースなんですけど、ほとんどのコースでですね、受講の申し込みをするときに、TOEIC の点数とかは特になくても受講できます。なぜこのコースを受講したいのかという、すごく短い簡単なエッセイを書くことになるんですけど、そのエッセイもそれだけで合否判断するような性質のものではないと思うので、気張らずに誠実に書けばどなたでも受けられると思います。私が受けたビジネスアナリティクスに関しては、リーディングとリスニングとライティングはありましたけれども、スピーキングはコースを受ける中でありませんでした。なのでスピーキングがちょっと苦手だなっていう方でも安心して受けられるかなと思います。ではここからはハーバードビジネススクールオンラインの講座にどんなものがあるかを一緒に見ていきたいと思います。こちらがトップページになります。どんな分野を学びたいですかというのが書いてあって、ビジネスエッセンシャルでリーダーシップマネジメント、アントレプレナーシップ、イノベーション、それからストラテジーでアナリティクス、ファイナンシャルアカウンティング、ビジネスインソサイティというこの7つの分野に分かれてます。で技術的なコースに関してはこのアナリティクスというところにあって、この中に私が受講したビジネスアナリティクスも入ってます。このアナリティクスというのの中には6種類のコースがあって、データプライバシー、それからビッグデータ、それからデータサイエンスの基礎、ビジネスアナリティクス、ビジネスにおけるデータサイエンス、それからヘルスケアにおけるデジタル化というこの6つのカテゴリーになっています。ハーバードビジネススクールオンラインがすごくいいなという、他の理由は期間を見ていただきたいんですけど、4週間ってなってます。最短では4週間で受けられまして、で私が受けたビジネスアナリティクスも8週間で受けられるようになってます。つまり2ヶ月あればハーバードの資格が取れますよっていうことですね。金額もこの6つともどれも$1600なんですね。多めに見積もっても、日本円で20万円いかないという金額感なので、1ヶ月もしくは2ヶ月集中的に勉強すれば、20万円はかかりますけど、その対価としてコースを修了すればハーバードビジネススクールオンラインという資格を学歴にかけるというのがすごくいいなと思いました。で技術的なコースだと他にも MIT が出しているものだったり、あとスタンフォードが出しているものについても見てみたんですが、それら2つの方は半年間以上かかるコースがあったりとか、もしくは金額も100万円以上かかるものがあったりして、それは半年間も日々の業務がある中で時間を割き続けるのはちょっと難しいなと思ったのと、100万円も出すのはちょっと高いなっていう理由で断念しました。以上がハーバードビジネススクールオンラインを実際に受講してみたレビューとなります。特にアメリカでの就職を考えている方にはとってもおすすめなコースなので、ぜひ見てみてください。他にも、ビジネスアナリティクス以外のコースを受けてみたよとか、他にも海外大学のこういうコースが良かったよっていう体験談がありましたら、ぜひコメント欄でお知らせください。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。